ローファイヒップホップのルーツと呼ばれ、2010年交通事故で他界し、14年経った現在も多くのミュージシャンに影響を与え続けているヌジャベス。これほど世界の音楽シーンに影響を与えた日本人アーティストは過去に例がありませんが、残念ながらその偉業を知らない日本人がまだまだ多すぎます。この動画では彼が生んだ美しすぎる名曲リフレクションエターナルをリメイクするという過程を共有しながらヌジャベスのサウンド面にフォーカスしたいと思います。また藤井風の楽曲特にないがリフレクションエターナルにインスパイアされたものだと藤井風本人がインスタグラムで言及したと言われていますが、この2曲のサウンド面の共通点にも迫っていきたいと思います。生前メディアの取材をほとんど断っていたヌジャベスですが、極めて貴重なインタビュー記事があります。リットンミュージックのサウンド&レコーディングマガジン2003年10月号。ヌジャベスサウンドを紐解く旅は、ファーストアルバムリリース直後に行われたこのインタビューからスタートしたいと思います。まずは記事で紹介された当時の使用機材からチェックしていきましょう。メインサンプラーは E-MU の E5000 ウルトラ。そして主にベース音に使用されていたローランド JP8080 とスタジオエレクトロニクスの SE1。シーケンサーとして全体を統合する Cubase VST。メインミキサーはヤマハ 03D。このインタビューの重要な発言、ポイントをまとめます。各詳細についてはこの後の解説の中で触れていきますので、もし意味がよくわからない場合はとりあえず聞き流してください。1、トラック制作を開始したのは好きな古いソウルジャズをサンプリングした音楽を聴いてみたいという欲求から。2、フレーズをループさせた時点ですでに快楽があったし、初めてループを作った時は一日中そればかり聴いていた。3、サンプルの自動スライス機能などは使わず、サンプルのニュアンスを大切にしたいものは必ず手作業でカットする。4、出来上がったトラックを海外へ送ってラップを重ねてもらうというやり方では直接ディレクションできないし、相手と面識もない状態で作業したくない。5、なので費用がかかって大変だが、海外の MC でも必ず日本のスタジオまで招いて作業している。そして音楽制作の理念について語る部分、重要なので原文のまま引用します。音楽にはいろいろあるけど、トラックを作っている人が見えてこないものって多いと思うんです。ある定石に即しているというか、流行を分析してという方法論が存在するように、音楽が商業的な部分から切り離せなくなっている。だけど僕はインディペンデントでやっているんだから、それと同じ目線で活動している MC たちにも参加してもらって、自分が大切だと思う部分を表現していきたい。ではこの記事を踏まえてリフレクションエターナルのリメイクに入ります。制作には FL スタジオを使用し、サンプリングネタと FL の標準サウンドのみでリメイクしたいと思います。サンプルネタは小瀬典子の I Miss You。そしてケニー・ランキンのマリー。ヌジャベスサウンドの最も大きな特徴は独創的なサンプルネタのチョイスとその使い方にあります。決してサンプルをいじり倒すことはせず、極力シンプルに素材の美しさを極限まで引き出そうという意図が伺えます。I think his production overall was deceptively simple. Whether in terms of like drum structure or how he flipped the samples, like it was very simple, and I mean that in a good way. このような音楽的特徴はヌジャベスが21歳の若さでレコード店ギネスレコードをオープンするほどの熱烈な音楽愛好家だったことと無関係ではないでしょう。先ほどのインタビュー語録1と2、特に2番ですね。初めて作ったループを一日中聴いていたというエピソードなどは彼のサンプルネタへの深い愛情が顕著に現れていると思います。ではこの曲で一番重要なピアノのループから着手していきましょう。まずはピアノのモチーフ2種類を楽譜で確認します。モチーフ A はこちら。モチーフ B はこちらです。
リフレクションエターナルの BPM は94。それに対し、小瀬典子の演奏はかなり遅く、またテンポも揺れ動いています。この曲の美しさをそのままに BPM94 のビートに心地よく乗せるために、このサンプルを細かく切り刻みます。この時に思い出してほしいのがインタビュー語録の3。サンプルをカットするときは必ず手作業でという言葉はこの作業につながります。FL スタジオにはスライス X という優秀なスライスツールがあります。このツールにサンプルを読み込んだ時点でこのように自動的に切り刻まれますが、それを手作業で丁寧に修正していきます。ここおそらく一番重要な作業になると思うので、細心の注意を払いながら進めます。結果こうなりました。小瀬典子 I Miss You のサンプルを30に分割する形になりました。ちょっと一つ一つ確認してみます。こんな感じ。あとはこの32個にスライスされた断片を曲の BPM に合わせて適切に配置していくだけです。できたものを少しだけ聞いてみましょう。次にボーカルサンプルの処理に入りますが、こちらもまずはケニー・ランキンの元サンプルを聴きながら楽譜で確認します。モチーフ A はこちら。With your hair piled up high, I will never... モチーフ B は元曲の1分38秒あたりからになります。You're a flower, you're a river, you're a rainbow. このリフレクションエターナルの中で最もヌジャベス独特のセンスを感じるのがこのボーカルサンプルの使い方です。キーが G メジャーの I Miss You に、キーが A メジャーのマリーのメロディーを組み合わせることで、絶妙な音のぶつかりが発生しています。また、節回しも微妙に変化が加えられて、民族音楽のような不思議な雰囲気を醸し出しています。ボーカルサンプルはまず AI ツールなどを使ってあらかじめオケと分離してボーカルだけ抽出したものを作成しておきます。そして作成したサンプルを先ほどのピアノと同様スライス X に読み込んで手作業で修正します。結果、モチーフ A はこのように4分割。With your hair piled up high. モチーフ B はこのように3分割。You're a flower, you're a river, you're a rainbow.このような形になりました。そしてこれを曲に合わせて再配置した結果がこちら。モチーフ A から聴いてみましょう。そしてこちらがモチーフ B。You're a flower, you're a river.You're a rainbow. ドラムはハンドクラップ、ハイハット、バスドラム、スネアとそれぞれ個別にサンプルを選びました。この PACS というフォルダーに FL スタジオ標準で様々なサンプルがありますので、ここからお好みに合わせて選んでいきます。今回こちらではアタッククラップ01、アタックハット05、アタックキック35、アタックスネア44という音を選びました。それを使って組まれたリズムがこんな感じ。ベースは地味ですが、この曲のサウンドにおいて意外に重要です。曲を注意深く聴けば予想以上にしっかりと低域が鳴っていることに気がつきます。今回はあえて現代風なベースをチョイスしました。フレックスという標準プラグインシンセの808クリーンという音を使っています。こちらのシーケンスも聞いてみましょう。この曲最大の難関は飛び道具的なシンセのサウンドでした。2種類ありますが、一つは曲の1分42秒あたりに出てくるきらびやかなサウンド。こちらはシトラスという標準プラグインシンセの FM フルートという音に1拍ごとのディレイをかけました。
FL スタジオ標準のディレイ何種類かあるんですが、フィードバックの回数を指定できるものがなかったので、途中強引にオートメーションでボリュームをゼロにしています。もう一つのサウンドは曲の3分4秒あたりに出てくるディストーションサウンド。こちらもやはりフルートの音を選びました。ベース音でも使ったフレックスというプラグインシンセのそのものズバリフルートという音色にかなり強めのディストーションをかけてみました。フルートの音を選んだ理由は、ヌジャベスがこの頃実際ピアノやフルートの練習をしていて、特にフルートはその後のライブなどでも披露していたので、自らの演奏を録音して取り入れたという想定です。根拠のない想像ですが、特に2つ目のディストーションサウンドはその可能性が結構あるんじゃないかと思っています。そしてもう一つ、ヌジャベスサウンドに重要な要素がローパスフィルターです。リフレクションエターナルでは1分42秒あたりでピアノのモチーフ A にかかっているほか、2分43秒あたりのボーカルモチーフ B にも使われています。超シンプルな使われ方で、普通に高周波をカットして音をこもらせるだけ、余計なギミックなどは一切ありません。はい。以上の作業の結果、リメイクが完成しました。このリメイクのフルバージョンは著作権の都合上別動画にしました。ぜひそちらの方も後ほど見ていただければ嬉しいです。リンクは概要欄に貼っています。一応リメイクしたものをシャザムでチェックすると、無事リフレクションエターナルがヒットしました。Your flower, your river, your rainbow.この動画は藤井風がデビュー前2019年5月28日にインスタグラムに投稿したものです。リフレクションエターナルをピアノで弾く人は世界中にたくさんいますが、この曲を弾き語る人はかなり珍しいと思います。またデビュー直後の2020年2月には同じくインスタグラムにサムライチャンプルー四季の歌の弾き語りもアップしており、相当本格的なヌジャベスファンだということがわかります。藤井風が特にないについてリフレクションエターナルにインスパイアされたと言及したのは、インスタのストーリーズという24時間限定のコンテンツだったので、今となっては確認できませんが、その話を最初に聞いたときはもう 100% 納得でした。リフレクションエターナルと特にない、共にキーは G メジャー。テンポはリフレクションエターナルの BPM94 に対し、特にないは BPM99。さらに曲の構造を見てみましょう。リフレクションエターナル、曲の中核をなす小瀬典子のピアノをサンプリングしたモチーフ A は4小節のループ。コード進行はルートが44332211と、サブドミナントからトニックまで一つおきに一度ずつ加工する進行。対して特にないのバースも4小節のループ。コード進行も44332211と、こちらもサブドミナントからトニックまでルートが一つおきに一度ずつ加工する進行になっています。しかしこうした共通点以上に重要なのは、特にないが持つ圧倒的にチルな空気感。J-POP としては異例のチルさで、特にない、望みなどない、私、期待せずに歩くというリリックの世界観もそれに拍車をかけています。
これこそがリフレクションエターナルが藤井風に与えた最も大きな影響であり、個人的に一番重要だと考えるポイントです。なぜかローファイヒップホップというジャンルは匿名性が高く、そこから新たな人気アーティストが生まれる気配がありません。そんな中で藤井風がこの特にないで醸し出した空気感は非常に貴重で、今後も大切にしていってほしい要素です。では、リフレクションエターナルと特にない。まずは1小節ごと交互に聞いた後に続けてマッシュアップしたものを聞いてみましょう。特にない望みなどない私きっと大切に歩く。こういった音楽の様々なトピックについて、音楽コミュニティ極みでは月4回のライブ配信の中でいろんな曲を実際にかけながら語っています。このチャンネルのメンバーシップに登録いただければ誰でも参加できますので、皆様のご参加をお待ちしています。音極道でした。